こんばんは。今日は私が動画撮影とか、あとは日常で使っているじゃん、こちらのね、いくつかあるカメラたちをご紹介したいと思います。私はカメラについて詳しい知識とかがあるわけじゃないから、そういう専門的なお話はできないんだけど、素人の私が使ってみてどんなところが好きかとか、そのカメラ使ってみてどう感じたかみたいなことを私なりの目線で話していけたらいいなと思います。これからね、動画撮っていきたいなって思っている方とか、あとはこのカメラどんな感じなんだろうって迷っている方の参考に少しでもなれば嬉しいです。それでは早速始めていきます。まず一つ目は、今私をね撮ってくれているでれん DJI の Osmo Pocket 3です。私はこのクリエイターコンボっていうね、今使っているこのマイクとか、あと大きいバッテリーとかがついているセットを持っています。 YouTube を再開してからはね、基本的にずっとこのカメラで撮影をしているので、普段の動画を見てもらえば、こういう写りなんだなっていうのがわかるかなと思います。まずはね、もうお昼でも夜でも画質がとっても綺麗でしょ。でジンバルと一体型になっているようなカメラなので、手ブレ補正がねとっても強くって、外でね歩きながら撮影したい時とかもちゃんと固定しておかなきゃってしなくても全然ブレないので、本当にねこの DJI の手ブレ補正機能は大助かりです。あとはすごく小型で軽量で、こういうちょっと細長い感じのカメラなので、バッグに入れてもかさばらないから持ち歩きするのもとっても楽。そしてもう一個好きなところは、カメラの画角をね、もうここについてるボタン一つで簡単に変えることができるのがね、すごく楽です。自分側を映したい時と外側を映したい時の切り替えも本当にそのボタン一つでできちゃうから、感覚的に操作ができるし、いろんなシーンに向いてる万能カメラだと思うので、しかもこれね、縦で動画を撮ることもできるから、縦動画を作りたい方もそうだし、あと YouTube とかを撮りたい方とか、旅行とかお出かけ先での記録を残しておきたい方とか、もうほんといろいろな方におすすめできるカメラだなと思います。とりあえずこれを持っておけば間違いない気がする。たくさんの人が使っているカメラだと思うんですけど、本当に私もおすすめです。次はね、似たような持ち運びがとても簡単なちっちゃいカメラ、じゃん、インスタ360の5ウルトラです。これは以前商品提供でいただいて動画を作ったことがあるので、この動画を見ていただければね、より詳しいこととかわかるかなと思うんですが、さっきの DJI の Osmo Pocket 3よりもより画角が広い、より広角で撮れるカメラで、こうやって画面を立ち上げれば自分を撮るのもすごく簡単にできるし、メイクポーチとかにポンって入れられるくらい、手のひらに収まっちゃうくらいのサイズなので、とても持ち運びに便利なカメラです。このアクションポットからこのカメラをね取り外すこともできて、付属のマグネットのペンダントをかけてこんな感じで設置するとね、もう完全に両手をフリーにした状態で一人称視点の動画とかを撮ることもできます。公式でいろいろなアクセサリーがあって、帽子に取り付けができるようなクリップも売っていて、そのクリップにもこのカメラを装着できるんだけど、そうすることで普段はなかなか撮ることが難しいような新鮮な視点からの動画も撮ることができるので、なんかそういった活用方法ができるのも素敵だなと思います。お次はソニーの ZV-1F です。これはね、今使っている Osmo Pocket で動画を撮る前に動画撮影用のカメラとして購入して使っていたカメラです。2年くらい前のコーヒー飲み比べ
動画がまだ残っているんですけど、その時くらいまではずっとこのソニーの ZV-1 で撮ってました。動画でも写真でもこう肌をふわっと滑らかに見せてくれるような加工をつけることができたり、基本的にねこう何も設定をいじらないで撮っているんですけど、写真でも動画でもちょっとこう温かみのある、どちらかというとこう暖色寄りなふわっとした柔らかい雰囲気の動画や写真が撮れるので、その質感はねすごく好きです。今はもうね写真専用として使っているカメラなんだけど、フラッシュがもともと入っているカメラじゃないんですね。だからねこのウランジって読むのかな、ウランジさんの後付けのフラッシュをつけて写真の時は撮影をしてます。自撮りも画角がすごく広いわけではないんだけど、近すぎることもないのでこうとかにする。こんな感じでフラッシュの時はこんな感じの写りなんだけど、ちょっとこうね腕を伸ばしながら撮ればちょうどいい画角で自分のことを写したり、あとは友達とかと一緒に写ることができます。これで動画を撮るのをなぜやめてしまったかというと、手ブレ補正機能は一応ついてるんだけど、やっぱりこう歩きながら撮ったりすると酔っちゃう感じのブレ方をしてしまって、これを使って動画を撮るんだったらジンバルがあった方がいいっておっしゃっている方がいたんですけど、このカメラ自体が私には割と重くって、それにさらにこうジンバルをつけてってなると結構こう負荷がかかっちゃうなって気がしたので、この DJI に変えたんです。ただねやっぱ写真はすごく綺麗に残してくれるので、これからもねずっと使っていきたいカメラの一つだなと思ってます。はい、お次はビクターのハンディカムです。 GZHD300S というモデルです。今年の6月くらいに買って7月の頭に上げたこちらの Vlog の時にはほとんどこのカメラを使って撮影をしてた気がします。自分を写してる時は DJI を使ってて、こう外の景色とかを撮ってる時はこのハンディカムで撮ってたんだけど、上からね何かフィルターとかをかけなくてもすごくレトロな懐かしい感じのねノスタルジックな映像になるし、結構昔のカメラなんだけど意外と立ち上がりの動作が速くってさっと開けてさっと撮ることができるのもお気に入りポイントです。手ブレ補正はね一応ついてるんだけど、やっぱり今みたいなねこう高性能な手ブレ機能ではなくて、この画面の揺れ具合がね2000年代の昔の映像を見ているような懐かしさがあってね、逆にそれがいいのかもなと思って使ってますこれで写真を撮ることもできるんです。ちょっとねこう温かみのある写真が撮れてね、これで写真を撮るのも楽しい。記録メディアはねマイクロ SD カードです。簡単に取り込むことができるんだけど、保存されるね動画の形式が私の iPad とか iPhone だと再生ができなくて、拡張子を変換して保存するっていうね手間がね少しかかってしまうんですが、その分素敵な映像が撮れるのでね、最近はよくこれを持って出かけてます。そして最後はニコンのクールピクスの S600 です。2008年に発売されたコンパクトデジタルカメラです。オールドコンデジ、写真も撮れるし動画も撮れる。動画のね画質の雰囲気とかもすごく好きなんだけど、音声がちょっとねノイズがすごく入ってくる感じがするから、動画用でこう音声入りの何かを撮影するっていうよりは、その景色とか、あとはねうちにいる猫ちゃんたちの動きとか、そういう音がなくても楽しめるような
動画を撮るようにしてます。立ち上がりがねすごく早いので、フラッシュもこんな感じでフラッシュもね簡単に焚くことができて、フラッシュもなしで設定も何もいじってないような、もう完全オートで撮ったような写真もね、ちょっと寒色寄りだけど柔らかい雰囲気に映るのね。その雰囲気がねすごく気に入ってます。先月の頭頃に買って、そこからなんかどっか出かけたりとかもあんまりしてないから、もうお家で猫を撮るだけのカメラになってるんだけど、今度外に持ってって試し撮りできたらいいなって思ってます。記録メディアは SD カードなので、スマホとかにつけられるようなアダプターさえあれば、もう簡単に写真を iPhone とかに読み込むことができます。激しく動いている対象を撮ろうとするとブレがちで、あと暗い場所もあんまり得意なカメラではないのかなって気がするんだけど、今紹介したカメラの中で一番軽い。昔のカメラって軽いんだね。もうサイズも iPhone の3分の1ぐらいのサイズで、重さもこっちの方が軽い。荷物の中にこれ一つを足しても本当にもう誤差ぐらいの軽さだから、これからいっぱいね持ち歩いて使っていけたらいいなと思ってます去年ぐらいから特にこういうコンデジすごく流行り始めたじゃないですか。ソニー持ってるからいらないかなと思ってたんだけど、やっぱりこの昔のデジカメは昔ならではの良さがあるなって気づきました。本当にさ、昔のカメラなんて種類がありすぎてどれを買ったらいいかがわからなかったんだけど、いろいろ調べていろいろ比較して一旦これにしてみたの。でもこれを1個買ったら、あのカメラはどういう写りなんだろうって逆に気になってきちゃって、こういうカメラをね集めたくなる気持ちがわかる気がしてきます。はい、ということで私の持っているおすすめのカメラたちの紹介は以上です。YouTube をねこうやってちゃんと再開しようってなるまでカメラとか本当に興味がなかった分野だったんだけど、このカメラを知ってこのカメラを知ってって重ねていくごとにどんどん興味がね深まっていく。カメラの魅力ってこう底なしなのかなって気がしてきましたとりあえずねこう動画をメインで撮って見たいっていう方には本当にこの DJI の Osmo Pocket おすすめです。そして綺麗な写真を残しておきたいっていう方にはソニーの ZV-1F おすすめです。はい、本日も最後まで見てくださってありがとうございます。また次の水曜日の21時にこのチャンネルで待ち合わせをしましょう。それでは皆さんおやすみなさい。いい夢を。バイバイ。